非常にこういう面をねやるにはすごいいい。で、塗りにくかった。で、塗りにくかった。言いにくい。皆さん、こんにちは。車の大使店、カクカショーピーです。寒い。今日めっちゃ寒い。午前中雪降ってたんだけど、その寒さにも負けじと僕はね、元気よく洗車用品紹介したいなと思っております。はい。その前にね、ちょっと言っておきたいことがあるんですけども、皆さん、コメントいつもありがとうございます。いろんなね、ネタになったりね、ヒントになったりするので、もう非常に助かっています。で、今回紹介するのが、タイヤワックス。で、タイヤワックスの方はコメントとかでね、検証してみてくださいとか、比較してみてくださいって結構多く寄せられてたものになるので、やっと手をつけようかなと。で、今回ね、用意したタイヤワックスなんだけど、こちら、シュワラスター。こちらね、2タイプ用意してみました。で、もう使う前にね、大きな違いがあるんだけど、それをまず言うと、金額だよね。内容量がこっちの方、これはね、100ml。に対してこっちに 200ml 入ってる倍入ってるんだけど、こっちの方がね金額が倍なんですよ。お高いんです。で何が違うんだっていうね、最初にちょっと調べてみたら耐久性が違うと、こっちが2ヶ月に対してこっちが1ヶ月、こっちの方がね耐久性倍っていうで、使える用途も違ってこっちはねタイヤのみになるんだけど、こっちはねミ塗装樹脂とかにも使える。で、ツヤ、驚きのツヤっていうね、ツヤを出したい方におすすめなのがこのタイヤコーティングプラス R で、自然なツヤっていうの、自然な黒さ、蘇る真の黒さをね手に入れたい方はこのシュワラスターのタイヤワックスみたいな感じになっております。で、今回ね実際にこれを使ってみてどういう感じに違いが出るのか見ていきたいなと思ってます。ちょっと寒いんだけど早速外にゴー。はい、一応外にやってきました。外って言ってもね、ちょっと雨に当たらないところ、ちょっと雪が降ってたりするので、ちょっと室内のところで今ちょっと作業しようと思ってるんですけども、まずはね、フロントタイヤ、こちらにシュワラスタータイヤワックス、こちらをちょっと施工していこうかな。で、一応ね、タイヤの方は綺麗にホコリとか汚れ取ってある状態で、見てわかる通りまだねちょっと白い感じ、乾燥してるような感じ、これを、このタイヤワックスを使ってね黒さを取り戻していこうかなと思います。はい、シュワラスタータイヤワックスの方はこういったスポンジが付属されています。でも使い方は簡単。汚れを落として適量つけて、これでゴシゴシ拭いて、あとはもう乾燥を待つだけ、超簡単です。そしたらね、もう早速使っていきます。はい、適量ちょんとつけて、すごい。すごい塗りやすいかも。綺麗になる。結構伸びるね。いいかも。ツヤツヤしてる感じではなく黒々しい感じって言ってもね、全くツヤないっていう感じではない。この隙間とかもやりやすい、このスポンジで。ちょっとね塗りにくい場所はね、僕はねこのソフト99のピタスポってわかる？こういう形してるやつ、このタイヤの形状に合うやつね、これをちょっと使います。この辺いいわ、使いやすい。ちょっとこうリムのところとかこう入ってくれるから、すごい隅々まで綺麗にできる。ピタスポね、これでもねある程度結構濡れるんだけど、やっぱねこのリムの隙間が濡れてなかったりする。でこれだとねもう張り込んでくれるんで、ここにキュッと、これはいいですわ。ピタスポもうちょっとタイヤワックスとは関係ないんだけど、もうタイヤワックス使う人これピタスポ1個ぐらい持っといてもいいんじゃないのかなと。こういったね面はねやっぱこれの方がいいかもしれないんだけど、こういう隙間はねピタスポだわ。すごい綺麗。こんな感じかな。いいツヤ。どうこれ見て、最初と全然違うでしょ。はい、一応ねこちらシュワラスタのタイヤワックス使ってみました。
で使った感じこんな感じ、マットブラックみたいな感じ、なんかねもうほんと黒々しい、触った感じももうツルツルするね、ワックス塗りましたみたいな感じで、もうほんと変ないやらしいなんかツヤはない。でこのスポンジこれねこう目塗るにはすごいいい。でこういうね隙間とかもねすごいワックスが入り込んでくれるのですごいいいけどね、このリムの部分塗りにくかった。そこはねこのソフト99のピタスポ使って塗ってあげると綺麗になりました。そしたら次タイヤコーティングプラス R のをちょっと今から施工したいなと思います。はい、続いてねこちらリアタイヤの方に素晴らしさタイヤコーティングプラス R 施工していきます。で付属されていたスポンジがまず違うね。さっきまで丸だったんだけど今回は長方形で先がねこういう風に尖ってる、こういうのが付属されていました。で早速塗っていきます。使い方はね一緒、もう汚れが落ちているんだけどこれをピョンピョンと、あ違うね、さっきまではねちょっとねペチャっとした感じだったんだけどシリコンがね違うせいかちょっと硬めだね。ああなるほどね、ツヤが違うね、なんとなくそんな感じがする。ちょっとねコツがあるっつうか、大したことないんだけど、先がとんがってるのととんがってない方あるじゃん。このとんがってる方をさっきのピタスポみたいな感じでリムの隙間こういう細かいところでやるのに便利で、こっちのとんがってない方はこういう面をねやる。そうすればねもうこれやりやすい、両方ともやりやすい。あこのスポンジいいな、こういうとこもねいけるいける。なるほどね、綺麗になる本当に。この先がこのとんがってるの本当いい。僕は結構気になるっていうか、ここだけ白いっていうのがねなんか嫌だったりするんだよ。はい、こんな感じです。はい、一応ねこちらタイヤコーティングプラス R 使い終わりました。でこの塗った感じの感想でいうと、さっきのねタイヤワックスの方がこの液体がねペチョっとしててなんか浸透しやすいっていうか、塗りやすかったことは塗りやすかったけど、このスポンジ的なところで言うとこのねタイヤコーティングプラス R のスポンジの方がね用途的にはねいろいろ使えるっていうか、この隙間も塗れるしこの面も非常に塗りやすいっていう意味ではこのスポンジはねこっちの方が僕はいいなと思いました。そしたらこれね一応ね20分程度乾かす必要があるので一旦ちょっと放置。はいで他のタイヤでね実際に横並びとかでやってみようかなと思っているので少々お待ちください。はい一応ね乾きました。で横並びでねちょっと今施工してみたところ、この右側のフロントね、どういう風にね変えたかっていうと、このマスキングテープあるでしょ、この線より奥側がこのタイヤワックスで手前側がタイヤコーティングプラス R。 違いわかる？これちょっとねアップにしてみます。はい、こんな感じ。わかるかな違い。奥側がタイヤコーティングプラス R で手前がタイヤワックスで、これちょっと剥がしてみよう、塗ってないところ。わかりやすいね、こんな感じです。はい、ここで分かれています。でここは未施工部分ね、ここはもうはっきり出てる。でこう右左で分けてあるんだけど、皆さんちょっと違い気づいたかわかるかな。ここだけなんかすごいツヤ出てるように見えない。こっち側はタイヤコーティングプラス R 使ってるんだけど、ここだけねちょっと変えたんだ。どういう風に変えたかっていうと3度塗りしてあります。ここそれねすごいツヤ出るの。これね乾いてないと思うじゃん、乾いてるのこれが。でここは一度塗りのタイヤコーティングプラス R。 こう見るとこのタイヤワックスの場合ね自然な黒っていうか本来のタイヤの色っていう感じの色で、タイヤコーティングプラス R も、ミセコと比べると違うんだけど、このタイヤワックスとタイヤコーティングプラス R 耐久性はね変わるのかもしれないけど、1回ずつの施工だと見た目ツヤは変わんないけど、これをね3度塗りするとねこう超ツヤが出る。だからねこれ使い分けられるねこっちは。これはなんか実に面白い。うわしくった。はいといった感じで、この1回塗るのか3回塗るのかでもうだいぶ差が出る。で僕もねいろいろねもう調べていろんなねこの商品のレビューを見た時になんか低評価つけてる人はこのタイヤコーティングプラス R はね全然ツヤが出ないみたいな書かれてて、パッケージにはなんかツヤって書いてあったんだよね。本当かなと思っていろいろねちょっと問い合わせとかしてみたら、塗れば塗るほどギラギラになるっていうのがこのタイヤコーティングプラス R で、耐久性が約ね2ヶ月って書いてあったね。このシリコーン自体は6ヶ月なんだけど2ヶ月ごとにこの施工を行ってください。そうするとねギラギラがより回していくみたいな感じで、これだったらね変な話両方好みは両方いける。で耐久性が増してるっていうね、そういう意味だと個人的にはこれも結構おすすめかなと思います。はい、そしたらねちょっとまとめなんだけど、今回ね実際にこの2タイプ使ってみて、
大きく違うのは、耐久性と金額とあとツヤで、奥側のねこのタイヤワックス、これは金額が安いで、耐久性が約1ヶ月、ツヤの方はタイヤだったりね、ゴム本来のね黒い感じで、手前側こちらタイヤコーティングプラスアル、これは金額がちょっと高いで、ツヤが出るで、これ3度塗りね、これ1回しか塗らないところこんな感じ、あんま変わんないよね、タイヤワックスと。だからこれは両方ね使い分けることもできる。で耐久性がこっちはね2ヶ月で、もタイヤワックスはねもうほんと好みだと思う。こういうねもうビッカビカのツヤがいいのか、こういうね自然なツヤがいいのかということで、皆さんねタイヤワックスを購入する際は、自分の好みに合わせて購入してみてください。はい、皆さんお疲れ様です。最後まで見ていただきありがとうございます。はい、寒い。一応ね、こちらシュワルツのタイヤワックス塗ってから1週間経過したんですけども、結果的にどうかな、皆さんの目で見て。ここからね、半分はタイヤコーティングプラス R で、奥側がタイヤワックスで、ここのね4分の1の部分、ここはね2度塗りして超ツヤが出てたんだけど、今見ると大きな変化としては、ここのツヤがね他のとこと大きな差が出なくなったっていうところかな。近くで見るとね、ここの部分だけちょっと黒がね強いような感じはするんだけど、最初のツヤに比べたらちょっと落ちちゃったかなっていうイメージですね。はい、タイヤコーティングプラス R は2ヶ月耐久って書いてあるんだけど、今回、1週間しかまだ見ていないので、2ヶ月経った時に大きな変化が出るかもしれない、もしかしたら。けどね、ちょっと今回動画ではね、1週間耐久、ここまでの研修になってしまうんですが、皆さんねこの動画を見てどちらがいいのか自分で判断してもらって購入していただければなと思います。それではもうねちょっと寒いので、皆さんチャンネル登録忘れずに。それではまた来週。